さて、女神転生シリーズでおなじみの悪魔絵師を神と掲げ、生成 AI を活用したカードデッキビルダーローグライトが登場とのことで、今回はジンマ狩りの月読みの紹介を行います。こちらこの世に1枚となるオリジナルカードを作り、敵と戦いつつ、より奥地を目指すダンジョン RPG です。アトラスの作品ではありませんが、女神転生のキャラやクリーチャーデザインを担当していた金子一馬さんという方を起用したということで、マップはおろか、あらゆる箇所が女神転生風です。私はスーパーファミコンの新女神転生シリーズには特にハマった口です。ただし遊んでいた当時は金子さんの名前は知りませんでした。ドリームキャストの魔剣 X というゲームで初めて認識した形です。3D のキャラクターデザインでそのまま再現されていたためです。加えてインターネットもその頃一般的に広まり、悪魔絵師という呼び名もその辺で知った気がします。とにかくそういう異名があるというくらい独自のイラストを描かれる方で熱狂的なファンの多いイラストレーターです。今は別のメガテンスピンオフのペルソナでキャラデザをされている方も金子さんの影響を受け今に繋がっているという話です。ここで今回のジンマ狩りの月読みでは金子さんの AI バージョン AI 金子という存在を前面に押し出しています。ゲーム内にも金子さんを模したキャラがそのまま出てくるようです。なぜそこまで前面に押し出しているかは、これがそのままこのゲームの一番の売りのゲーム性につながるためです。なんと AI 金子はこの世で一つの性能のカードを描き作ってくれます。オリジナルの金子さん本人が作ったイラストをもとに AI で合成し生み出します。これがこのゲームの全てであると言っても過言ではありません。過去作ったカードは図鑑的な場所に収められ、ゲーム中確定であるいはランダムで入手できます。つまり強いカードを作れば作るほどより難しいダンジョン攻略が可能になるという設計です。調べてみたところ AI によるカード生成ゲームは他にもあるようですが、今作は AI 金子が作ってくれるという点が売りです。悪魔絵師やメガテンシリーズを好きな方がまず初めのターゲットです。加えてそのオリジナルカードはこちらの取った行動に応じて内容が変化します。敵とのバトルやランダムイベントでの選択肢に応じ作られます。どういう行動を取ったら強いカードが作れるのか、あるいは自分好みの見た目のイラストになるのか、ここら辺を攻略するという楽しみが生まれます。ある意味夢の悪魔合体です。このゲーム性を好む人がジンマ狩りの月読みの次のターゲットと言えそうです。なおかつ面白いのが、作られた他人のカードを投票するシステムもあります。票が多いとより良いカードに変化し、神様である金子さんが選んで加工してくれます。その後公式カードとなり、ゲーム内に実装されます。あとはカードのデコレーションも行えます。ビックリマンみたいにキラキラの背景とかにできるかもしれません。性能が良ければ見た目的にもレアなカードを作りたくなります。カード収集が好きな人も今作のターゲットとなります。次にゲームはローグライトということで、ダンジョンはランダム生成され、敵に倒されると道中得たほぼ全てを失います。カードやお金です。女神転生やウィザードリー式のマップでもあり、敵の位置やイベントもランダムで配置されます。そして一方通行で自動的に移動します。途中の分岐ではどちらに行くか選びます。倒されてしまっても経験値を得て、永続強化相当のバフをアンロックできます。そのバフも道中ランダム入手となりますが、バフにはレベルが設定されており、アンロックすればするほどレベルが上がり、能力も上がります。結果、繰り返し遊べば遊ぶほど、よりダンジョン奥へ進められます。あとは AI 金子で作られるオリジナルカードの存在が関わります。既存のカードと組み合わせ、毎回異なる構成で遊べます。ただし、オリジナルカードは無限には作れません。制限があり、おそらくここが課金要素なのかなと思います。基本プレイ無料のゲームのため、成長要素にはある程度制限があります。時短で鍛えたい人がお金を払うという形態です。合わせて肝心の戦闘部分はどうかですが、とても面白いです。カードバトルものは考える必要があったりと、気軽に戦闘できないものもあります。しかしこの作品はダンジョン RPG であり、メガテンを意識されているのか、テンポは良いです。戦うコマンドを選択するがのごとく、カードを次々と出して攻撃できます。ルールも簡単で、少なくとも雑魚戦では何を出したら良いか瞬時に判断できます。そしてボス戦ではしっかりと頭を使うことで、より良い運びが可能です。少なくとも敵にどんどん倒されるゲームであると、このゲーム自体が謳っています。適当にカードを出して倒されまくっても問題ないゲーム性です。一番重要な点はカード生成部分だからです。
現代はスレイザースパイアのヒットによりカード系ゲームが世に溢れまくっている状況で、またデッキビルダーかと思われる方もいるかもしれません。しかしこの作品は AI 金子での生成部分が主体となる作品のため、気になる方は一度オリジナルカードを作ってみてはいかがでしょうか。リリース日は2025年5月7日で、対応プラットフォームは PC のほか Android、iOS でも遊べます。そして基本プレイ無料です。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。こちらが金子さんですかね。で、ゲームスタート。いざよい月の月読み。これは名字なのか？任務開始。このマップ見る感じ、一マス一マス進む系なんですかね。逆賊、富則子、討伐して、ソロモンの指輪を奪還すると。竹之内陸奥、これヒロインキャラか。ビルにはジンマがいると。悪魔ではなく、神様と悪魔の融合体かな。ジンマ札、いくつかもらいましたね。さあ今移動は勝手に行ってますね。まだチュートリアルかな？戦いに備えよ。アニメーションとか、すごい丁寧に作られてますね。インディーゲームとは違うな。まずはジンマを呼び出す。これか？スワイプね。よいしょ。ダメージ与えた？次は山札。手元に新しいのが来た。ジンマを使うにはエネルギーが必要である。この数字がエネルギー。王道がスキルまで使えると。うら！さらに、へい。どんどんダメージ与えてますね。これなくなりましたね。次は攻撃が来ると。ダメージを負ってしまう。その場合、守ってもらう。ガードを指示する。これでいいの？ダメージ軽減できそう。でもノーダメではない。右の陣まで試す。こいつはディフェンス量が高いんだ。ターン終了。これにより、ノーダメージ。しかしカードはなくなるんだね。次は何をしてくるのか。敵を確認してみよう。クリック。エネミーの行動。一箇所攻撃。攻撃力60。投資。投資とは攻撃力が上がると。まめに様子を見よう。さあ、山札がなくなったようですね。その場合どうなるんだ？まずはこれで攻撃する。ターン終了？まずはガードか？ディフェンス。エネミーターン。さあ、ダメージ30受けましたね。山札なくなったけれど、帰ってきましたね。使い切ったら帰ってくるんだ。全部使う必要があるんだね、じゃあ。このまま押し切りましょうと。よっ！倒した。仕留められた。やったー。デモゴルコン倒した。どっちに行くか。マップを見る感じ。右になんかありそうだね。右だ。さあ、ここにはヒットポイントが回復した。なぜだ？イベントをこなしたら、ライフが回復しましたね。このゲームは勝手に全部移動するのかな？モバイル対応だから楽になってんですかね。これ攻撃するとどうなんの？選べんのか？攻撃対象をこうやって。次は2人が狙われてる。とりあえずこれでいいかな。なんかタダでもらえんの？敵全体がこのターン攻撃に使った札枚数 ×15 のヒットポイントを失う？このターン攻撃ってなんだ？これは単体攻撃。わかりやすいね。攻撃が成功した時相手に炎上40を追加する。90プラス40かな。そしてパンダ。ライフ回復するんだ。使用後封印される？封印とは、1回の戦闘で1回しか使えないんだ。10ね。それが良いのかどうか、まだ判断つきませんね、これは。しかし、ディフェンス40は、なかなか強そうだけどね。これにしてみるか。バク。アートギャラリー。どっかのビル内部という話でしたね、そういえば。舞台は。今、低層階にいる。フロア1か。なんかもらえるよ。ランダム強化。さあ、どうなる？このカードが強くなった？フィンマックールプラスになった。数値はちょっと多分上がったんでしょうね。左上あと1って書いてあるけど。どういうことだ？そしてさらになんかイベント？ログかな？ビルの様子がおかしいと。狼からのお告げですかね。狼ならぬ狼かな？なんかもらえんのか？マリ視点。札もらったの？創生開始。マリ視点。一体何が出来上がるんだ？これがまさか AI 生成か？なんかできた。マリ視点はグラフィクス部分が合成されるって話ですけどね。これが私唯一のカードになってんですかね。でも破綻とかなんないようになってんですかね。
指が増えちゃうとか。その辺うまく調整されてんのかな。性能もランダムなんですかね。オドがプラス1される。脆弱である必要がある。こちらの行った行動に応じて今ね、カードが作られたっぽいね。先ほどイベントがありましたけど。なるほど、新しいですね。このシステムは今までにない。ここでの行動もね、カード生成に影響するわけだ。さあ、ここは開封所かな。休憩できる。もしくは強化ができる。強化しようじゃ。強化するために破棄するカードを選ぶ。へえ、犠牲にするんだ。これは被ってるからこれにしよう。おお、強化。さあ、ボス敵かな。土雲。まずは攻撃だ。新たな攻撃、110ダメージ。さらに炎上。ライフ多いなこいつ。さあ、ディフェンスしたいが、40で防ぐか。ぐはー。ブレイク。敵の行動を阻止できる。プレイヤーオドを回復する。行動詳細で確認できる。指定した値以上にダメージを与えると。キャンセルできると。90以上。これチャンスだね。これでいける。うわー、ブレイク。やったー。これでオドを得た。あ、先に違うカード使った方が良かったのかな。絶対に回復するんであればね。1ターン戻したいな。まあ仕方ない。お、なんだ。清流が3ポイントになってるね。黒霧。脆弱3が付与されてんのか、今。ちょっと3つ分になってる理由がわからないが。次は70か。ディフェンス能力上げよう。これで防げる。さらに、ダメージ与えて。さあ、本命が来ましたね。ほら。そろそろ完了かな。やったー。ボス戦もさっくり倒していいね、これは。つきもの、自動発動する。良い効果も悪い効果もあると。どれくらい有効なんだこれ。気合がなんだかわかんないな。炎上、敵全体。炎上にしてみよう。早送りとかあんのこれ。歩く速度を速める。これでいいか。出現。あ、神様の出現か。で、これで、また作られんのかな。面白いな、これ。なんかコイン使ってんだよね。数に限りがあるっぽいね。1日以内かどうか。もしくは課金アイテムなのか。今回の行った行動。唯一無二の神魔、ディスパテル。創生開始。うわー。ディスパテルの誕生だ。よー。で、あんまりかっこよくないな、これ。攻撃後自身を複製して捨て札に加える犠牲。どういうことだ。捨て札に加えることになんか意味あんのかな。まだわかんないが、ディフェンス能力が高いね。神魔の印がつくことがある。対応する神魔と戦闘してる間強くなると。対応する神魔ってどれ。ちょっとわかんねえな。犠牲、相手の攻撃を防御すると封印されちゃうんだ。1回までか。1回お試し使ってみよう。さあ、使って。2枚いてもどこ行っちゃった。これ意味あんのこれ。わかんねえな。またチャリンカー2体か。何見逃してくれる。メガテンっぽい。よし、見逃してもらうか。ほら、強いからな。マイダリー。うわー、ダメだー。終わる。ターン終了。まだ勝てなかったか。うわー。キャー。無念だ。ランクを得られる。ランクアップ。果実。なんかバフですかね。レベル10まである。遊ぶほど、これらが登場するんですね。で、ボーナス与えてくれる？リセット。札にマナプレート。付き物はリセットされる？獲得した創生札。再び手に入ることがある。今回この2枚。これはキャラが変えられるっぽいね。新月の月読み。いろんな月読みがいるんだ。お試しでもう一回出てみようか。あれ？初めから持ってけんの？これは、じゃああれかな？結構貯められるから。強いのを作れたら、それ山札に加えるみたいな感じか？これが、強いかどうかちょっと、なんとも言えないんだよな。犠牲だしね。創生回廊。なんかもらえんのかな、また。選択せよ。右を選択しろって言われてんの。このすげえ変な格好したやつ。しかし左もゾウさんである。どちらもゾウさんだ。選択せよ。選んでみた。他のユーザーが作ったカード。それは選んだのかな。それにより、厳選する新創生札。
画家 K さんが。今のはもらうんじゃなくて、まあなんかアンケート答えた形なのかな。他者が選択することで見た目が豪華になる。うん。まあ選ぶとポイントはもらえるってやつなんでしょうね。ああ、ここになんかあるね。真相性。この選ぶのも1日1回とか決まってんのかな。4日だ。4日間かかる。これじゃもらえないんだ。選べるけど。交換上。札の見た目を豪華にできる。キラーエフェクト。ランダムなキラキラ効果がつくの。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。